皆さんこんにちは。シャンプーソムリエよしきです。今日はなぜ美容室で寝てしまうのかというね、ちょっと変わったというか、あんまり触れられたい、なんで寝ちゃうのかななんて思う人もいると思うんですが、ちょっとねその辺を紐解いていきたいと思います。ちょっと不思議な、でもね結構みんなが経験していることをですね、この美容師の観点からお話ししていきたいと思います。何か作業しながらとか耳だけでも構わないので、お気に入りとか後で聞くとかにね入れといていただいてもいいかなと思います。はい、では失礼いたします。皆さん美容室で寝るつもりじゃなかったのになぜか寝てしまったっていう経験ありませんか？実はこれ結構多くて、ごめんなさいちょっと今日寝ちゃうかもしれないなんていう、前置きをもらったりとか、そうじゃなくても結構カクッと、皆さんね寝落ちっていう感じで寝ちゃったりとか、そういうのはありますよね。僕自身も美容師としてじゃなくて、お客さんとして美容室に行くことはもちろんあるんですけど、その時ね結構いろんなことを考えたり、自分で気づかずに疲れていたりすると結構カクッと寝落ちしちゃってた、気づいたら施術終わってましたなんてことも、経験あります。であの瞬間って自分で寝ようと、思ってる人もいるかもしれませんが、寝ようと思ってなくても、カクッとね体が勝手に落ちちゃうっていう状態になりますよね。でもちょっと考えていただきたいんですけど、美容室って確かにリラックスできる空間ではあるんですが、そんなに静かな空間でもない。もう個室のうちみたいにね完全予約制の一組しかいませんよっていうところならあるとは思うんですが、意外とドライヤーの音とか、あと話している声とか、いろんな音もしますし、そんなに静かな場所でもないといえばないですよね。多くの美容室が、隣にね他のお客様もいたりとか、いろんな結構雑音とかそういうのも多い。どちらかというと人が入っていればいるほど賑やかな場所なので、それなのにどうしてふと眠ってしまうことがあるのか、今日はその理由について、いくつかの視点からお話ししていきたいと思います。で、一つ目は触れられる安心感っていうのがあると思います。で、これ何かっていうと、人の頭皮には C 触覚繊維っていう、優しく触れられた時だけ反応する神経があるんですね。本当に優しく撫でたりとか、赤ちゃんでいうといい子いい子だよみたいな、ああいう時にしか反応しない、そういう神経があるんです。でそういう神経の刺激を受けると脳が安心して寝ていいよ、安心していいよっていうモードになるんですね。でこの反応は、さっきも言いましたが、赤ちゃんの時のね親に頭を撫でられる、そんな記憶がねつながっているとも言われています。つまり美容室で、特に頭を洗われている時、もうカットの時とかカラーの時とかももちろんね眠くなってしまうんですが、体が勝手に安心していいよっていう状態になります。でそしてもう一つは副交感神経の働きですね。人は寝る前に交感神経から副交感神経に切り替わると言われています。難しい話じゃないんですけど、活動モードからちょっと休まるモードになるよっていう感じです。美容室、特にシャンプーは首をね支えられてね、心地のいい水の音があって、あったかいシャワー、あったかいじゃないですか。ぬくもりを感じて、さらにそっとね頭を撫でられる C 触覚繊維、さっき言った神経を触れられて安心して眠くなっちゃうんですね。でこれはまさに副交感神経が優位になるっていう条件が揃っている状態となります。そしてもう一つが自分で何も考えなくてもいいっていう時間であることですね。で美容室って自分で何も決めなくていいじゃないですか。人って選択する時に一番ストレスを感じるとよく言われるんですけれども、それをしなくていい。全部お任せして全部身を委ねて、もはやね考えなくてもいい時間、委ねられる時間、この思考から解放されるっていう時間も眠りにつながる大きな要因なのかなと思います。瞑想に近いかなと思いますね。最近結構瞑想してるなんていう方もね増えてきてるとは思うんですが、僕はたまに意識的にやったりしますが、ほとんどそういうことはしないんですけど、美容室に行くということは、ちょっと瞑想に近い音を聞いてみたりとか、自分の体の状態とかを実は自分に確認させるためのものだったりするみたいですね。ただね全員が寝るわけではないと思うんですよね。いや全然元気に起きてるよなんていう方もいらっしゃるでしょうし、ただ不意に寝てしまうっていう方は自分の体の疲れとかも考えて、神経がもう疲れてるよっていう状態に気づいてないで、そのスイッチ、副交感神経に切り替わるスイッチや反応してしまう神経が作用して、急にストンとね落ちてしまうわけですね。
寝るつもりはなかったのに落ちていた。まあね、その感覚こそが本来ね、自分の体が求めていた感覚なんじゃないかなと思います。自分の体ね、気づかないうちに疲れてるよ、神経休みたいよって本当は思ってるっていうことですね。ちなみになんですが、うちの妻は、毎回寝ます。まあこれは僕がパートナーとしてやって施術をしている、髪をカットしたりシャンプーしたりするんですけど、のでまあ安心しているっていうのはもちろんあると思うんですけど、どの状態でも寝ます。カラーしてようが、ストレートパーマをしていようが、カットをしていようが、シャンプーをしていようが、トリートメントをしていようが、どれでも寝るんです。たまにねちょっとさすがに笑っちゃう時あるんですけど、でもね普段疲れてるんだなっていうのを確認しながら、寝ていただくというのはすごいこちらとしてはね安心していただいてるっていうことなんで結構嬉しかったりするので、どうしてもじゃなければ起こしたりはしません。でもさすがに顔にお湯がかかってもちょっとピッてね跳ねちゃっても起きない時はよく寝てるなとは思います。でもちろん僕も眠そうな人とか休みたそうな人、顔色というかこう空気を見てちょっと疲れてて寝そうだななんていう方は少しね、離れて様子を見てあんまり喋りかけないようにしたりとかするようにしてますね。なるべく会話を減らしたり、その人の状態に合わせて、一緒に時間を過ごしています。さてここでもう一つ、今シャンプーで寝ちゃうよなんていう話にプラスしてちょっと思い出したので話しておこうかなと思うのが、シャンプーの仕方についてなんですけど、シャンプーの仕方で僕自分で考えてるメソッドというか、そのシャンプーの仕方で結構違いがあるなと思ってるんですけど、で一つが老けてしまうシャンプー術と、美人になるシャンプー術みたいなその差があると思ってるんですね。シャンプーの仕方で結構なんとなく自分でなんかシャンプーしてもらった時になんかちょっと顔がすっきりした気がするとか、なんかいつもとちょっと違ってこう目がはっちりとした気がするなんていう経験ありませんか？美容室のシャンプーってもちろんね気持ちのいいものなんですが、やり方によって、結構差が出たりすることもあるんです。例えば私が避けているのはゴシゴシとこするような、摩擦を入れるような洗い方、あとは頭皮を引っ張ってしまうような洗い方とか、あとは頭頂部をこう横にこういう風なスライドを力強くやってしまう洗い方、これは老けてしまうシャンプー術なんじゃないかなと私は考えています。でなんでかと言いますと、これ実はいろんな説もあるので、あくまで僕の考えだっていうことを、覚えておいてほしいんですけれども、基本的に顔と頭皮って一枚の皮でつながっているじゃないですか。で頭皮の中にはさっき言った神経とか触感細胞みたいなのもあるんですが、コラーゲン層があると言われてるんですね、頭皮の中に。で顔面から、後頭部に向かって、伸びているコラーゲンの繊維層があるんです。でこれを横、つまり繊維の反対に強くこすったりとか強い摩擦をかける、こういうのをすると緩んだり破断する原因になるとも言われています。あと頭皮自体の摩擦に関しても僕はちょっと問題があったりとかするんじゃないかなと思っていて、例えば強すぎるシャンプーを使ったりとかも影響するとは思うんですが、つまり摩擦によって、頭皮が傷つきやすい、特にこう繊細な肌の方はやっぱり頭皮が傷つきやすかったりするので、その影響で、乾燥とかトラブルの原因にもなってしまうのではないかなと考えています。で反対に僕は美人シャンプー術みたいなイメージで、自分のシャンプーをね心がけていることがあるんですが、さっきの反対ですね。こすらない、とにかく優しく指と頭皮の間にシャンプーの泡をたっぷり入れて、汚れを絡め取るようなというか混ぜるような感じで洗ってあげる。で引っ張らないことですね。髪をこうグッと持ち上げすぎたりせずに、頭皮にね面に沿って優しくやってあげる。あとそして最後に後ろに流すようなイメージでやってあげるということですね。コラーゲン繊維の流れに逆らわないイメージです。でこの洗い方は、美しくなるというよりは自分のポテンシャルを元に戻すというか、印象を、本来の自分に戻すというイメージが近いんじゃないかなと思います。で疲れて少し顔が緩んだりたるんだり、そういう状態になりやすいので、そういうシャンプー法を
心がけてあげることで表情がふと元に戻るというか、本来の自分に戻る、そういう変化をね僕は何度も見てきましたし、お客様もね感じていただいているのかなと思います。もちろんこれは人にもよりますので、必ず効果が出るかどうか効果を断言するものではないのですが、ただ優しい洗い方をする、さっきのようになるべく優しく洗ってあげることで、意味がちゃんとあるんですよということですね。頭皮を雑に扱う、髪の毛もそうですが、頭皮を雑に扱う、髪の毛を雑に扱うということは、顔を雑に扱うのとほぼ同じことなんじゃないかなと、思います。だから僕は毎回ね、未来の顔を洗うような感じで、皆さんのシャンプーをねしていってるわけですね。はい、では今日はなんで美容室に行くと眠くなってしまうのかという話と、ちょっとしたシャンプーの、テクニックのお話でした。全てには理由があるので、今日の話がね、なんでいつも美容院に行くと眠っちゃうのかなって思う人のね小さな納得につながったら嬉しいなと思います。次美容室に行った時にちょっとそういうのをね意識しながら、自分今こういう状態なんだな、これで優しいので刺激されてるんだな、ね、そういう風にちょっとだけ確認しながらね、観察しながら次の美容室を楽しんでみてください。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シャンプーソムリエよしきでした。